花がない。それで怒ってます。不機嫌です。売れるのみたい。ジュンとクリスです。ということで本日はベイビーどんな日ですか？日曜日です。ということで日曜日なんだけれども、私たちね、最近とある出会いをしましてね。はい、決断しました。ベイビーのリトアニアの国っていうのはね、200万人ほどだよね。すごい小さなピッコロな国で可愛いんだけれども。almost 3 million だよ。あ、300万人になった？おめでとうございます。皆さん拍手。なのでリトアニア人に会うっていうのは相当あんまりないんだよね、世界でね。全然ないよね。特にこの国、もっとちっちゃいの国いるんじゃない？アンドラはもっとちっちゃいから、アンドラの人と会ったらすごいよね、世界で。どっかの国に行って、私静岡県出身なんだけど、あ、静岡県出身のですかみたいな感じだよね。でそんな感じでベイビーがリトアニアの方とアンドラで会ったっていうすごい奇跡があったんだよね。最近あったよね。めちゃくちゃ面白かった。ベイビー言って、どうやってやっぱ言ってちゃんと覚えてない？ああ、思い出した。車で運転してて、私たちのこの車はまだベイビーの国のプレートナンバーなの。でアンドラのプレートナンバーじゃないので、ずっと運転してたらいきなりね、プーって鳴らして横につけられて、なんか怒られるかと思ったらピーって言って、そしたら何？リエトバって聞いて、リエトバってリトアニアですかみたい。あ、そうなんだ。って聞いて、そうですよ、みたい。じゃあちょっと止まって、みたいってなって、で、すぐ横につけてね。で、お話ししてて、リトアニアから来たの？私はね、アンドラにリトアニアにね、もう、7年間住んでるの？みたいな。7年間住んでるみたいな。で、私の彼氏はね、フランス人で、だからみんなでね、お茶しようって言って、すぐその、次の日だっけ？次の次かな？次の日に会って、で、またその、同じ週の終わりに、また、ランチしよう。私のね、友達とか紹介するから、アンドラって言って、私たち全く友達になるので、アンドラでね、気使ってくださって、いろいろとね、リトアニアの方、めっちゃいい人で。めちゃくちゃ優しい人。で、ランチで会ったら、そこにいるカップルがいて、なんと、リトアニアのね、ブリジッタさんって言うんだけど、ブリジッタさんみたいにすごい人たちで、すんごい明るいんだけれども、そこで会った、ムッシュがね、スペインの方で、70歳過ぎで、で、その70過ぎのムッシュのラモンっていう人と、で、彼女は40、私と同じぐらいの年なので、40代の奥さんなのね。そうそう。で、すんごい愛し合ってて、お二人で。で、超いい人たちで。で、いきなり3日後ぐらいにランチするから来てって言って、今日初めて今から行きます。超楽しみ。で、ベイビーは今日朝からバタバタしてます。なんで？もう、ちょっとね、ちょっとイライラしてるんだけど、ランチ行くじゃない？お家に。だから、お花とか買わないといけないかなと思ってたんだけど、花屋さん行って、花がない。それで怒ってます。不機嫌です。めちゃくちゃなんかね、どうやって売れるそういう花と聞いて、めっちゃくちゃなんか疲れてる花だから買ってあげないじゃないってなる。あ、道にある雑草みたいな花ってこと？じゃない、バラとか、そういう。それが道にあるような。でもめちゃくちゃ疲れてる。疲れてるんだってお花が。面白くないですか？もうそろそろ疲れてるお花。死んじゃうやつね。売れるのみたい。だから、それで怒って、時間がもう過ぎて、今ね、遅くなってる。いつもと同じパターンだけど、なしで行きます。ちょっと感情的な感じの、ベイビーでございます。長いね、話すのがね、みんなね。今ね。結果的に疲れてる花しか見つからなくて、お花をプレゼントしたかったんだけど、日曜日の朝にね、何もなくって怒っております。怒ってる。不機嫌でございます。すいません。だから私がね、大丈夫だよ、ベイビー、あるからって言って、私が選んだチョイスです、まず。お家にあるもので。私、まず静岡出身なので、この深蒸し茶っていうのがあって、山吹の。で、これずっとあってて、まだね、賞味期限も過ぎてないですし、密封されてるので。グリーンティー。で、特にベイビー大好きなので、こちらですね。私の実家の近くのグリーンティーでございます。あと前ね、ドンキホーテで買った有名な、肌が綺麗、ツルンツルンになるやつ。これね、外国人さんも喜ぶじゃない？であともう一つこちら。これもね、パックのやつ。これをプレゼントしようかなと思ってるの。
全部。うん。まあ確かにね、お花に比べるとね、ちょっと、あれかもしれないけれども、私からしてみると、すごい実用的だし、珍しいじゃない？ただ価値がわかんないと思うんですけど、頑張って説明します。そう、ベイビーね、salesperson だから。So, 売ります。I am a salesperson. He's a salesperson. You are a salesperson too. でも、めちゃくちゃいい salesperson です。なので、ベイビーとこれからランチ楽しんできます。バイバイ。いっぱい召し上がりました。すごいシーフードだったね、ベイビー。ベイビー、まずすごくない？エビエビだけじゃなくて、あんなに用意してくれて、全然一回だけ会ったことある人たちじゃない？すごいびっくりしました。とりあえずさ、すごいなんか景色がいいお家で素晴らしくて、食卓もさ、みんなのディッシュとかグラスとか用意してくれて、なんかね、飲むね、グラスがね、3つか4つあったの。そう。で、私たちアルコール飲まないから、お水だけ炭酸水だけ飲んだんだけど、炭酸水私ね、飲むのに2つのグラス使った。そうね、まずね、どっちがどっちちょっとわかんなくなっちゃって。わかんない。見失います。じゃあ、同じグラスでいいですよ、みたいになったんだけど。そう、でも本当に愉快な人たちでね、ご飯がすごく美味しくて、とりあえずね、その招待してくれた人がさ、70代の方いるじゃん、ものすごいアクティブで、そう。ものすごい早口なの。まあ、もともとスペイン人だから。そうなの？そう。だから、多分ね、結構早いんじゃない？何でも。でものすごいビジネスマンで、ものすごい回転早すぎて、私もう目が点になっちゃうぐらいずーっと聞いてて、ベイビーは普通に聞いてるんだけど、私もこんな感じで。ラモンって言うんだけど、ラモン言ってることね、ほとんどわかんなかった。かわいい。英語とちょっとスペイン語もミックスしながら話してるんだけど。そうなの？たまに僕もあれってなったんだけど。そのスペイン語が入ってたってことにも気づかないっていう。そっか。そうだよ。だから、もうヒアリングのレベルなんだよね。でも、まずね、ありがたい。そんなに用意してくれて、すっごい綺麗なテーブルも。すごい綺麗でありがたいよね。ありがたすぎて、ずーっと頑張って聞いてたんだけど、わかんない！で、これでさ、わからないですって止めちゃうのも悪いじゃん、ずっと喋って。本当に呼吸する暇がないぐらいずっと喋るじゃない？そうね。それをさ、4時間ぐらいさ、ずっとぶっ続けだから、それを聞くわけよ。4時間ぐらい。すごいパワーと思った。ものすごいパワーだよね、70代なのに。77？77？そう。80も近いじゃない？そうだよね。わーと思った。めちゃくちゃ、なんていうね、アイドル。なりました。そう。でね、今から、まだまだ、これからさ、素晴らしいお家から違うところに引っ越したりとかさ。そう。で、またなんか違う国のコスタリカというところで、大きな土地があるから、でそこでね、家を作ってそこにね、行ったりとか、なんか来月はどっか行ったり、再来月はどっか行ったりとかびっくりしちゃって。そう、もう全然アンドラね、大好きだけど、あんまりないみたいに。山すぎて人と会えないから、僕は人といるのが好きだから、前は20人ぐらいといたけど、今はね、もう年だから5、6人でいいとかって言って、彼にとったら私、人若いんだけど、これで十分なんだけど、みたいに思ってちゃった。20人まず、誰かと話すわかんないじゃない？スタンディングパーティーしかできないじゃない？でもディナーしてた、ずっと20人の中。すごいね。そう、ディナーパーティー。やりたいことすべてやりたいし、まだやりきれてないから、やりたいんだって言ってたよね。それだけ分かったけど、私何のために生きてるんだろうって思っちゃうぐらい、わー素晴らしいと思って。そうだね、本当に素敵な方。素敵な方だったよね。なんかパワーって元気で、なんかこう、憧れるといえば憧れる。けど何言ってるか全く分からなかった。僕は大体分かった。すごい。僕もいろんななんか聞いてて、ビジネスの話のことも聞いてて。ベイビー近いからね、ちょっとね。だから、すごい面白かった。そっか。40年前とか、どうやってこういうビジネスしてたとか、めちゃくちゃ面白いと思って。そう。まあ今はちょっと違うだけど、すごいね、頑張ってると思ってた、今でも。そっか。で、そんな感じでずーっと4時間ぐらいさ、ぶっ続けで77歳の方がずっと喋ってるので、もうビジョンはこんな感じで。ビジョン
もう全部キッチンと寝室ついてます。なんていいパパたちって思いません？私たちすごいいいパパたちって思いません？もうちゃんとビジョンのね、お皿をお家用と車用、要するに外出用、ちゃんと用意してて、お腹空いたら、お家用のドッグフードと車用のドッグフードも用意してて、ちゃんとお水も用意してるもんね。なんて幸せなビジョンでしょう。ちゃんとしてますと、毎日山に行きます。今はおとなしいんだけど、すんごい泣きまくってたから、今から山に行きましょう。山の中の山のところ来ました。だからもう知ってる。だから行こっか。行きまーす。ここはどこ、ベイビー？家の近くの山です。ピレネー山脈の山頂なので空気が薄くて、ちょっとだけでもさ、ハーハーしない？いや、ちょっとだけもう、めちゃくちゃしてる。もう毎日、そういう山、行ってます。ベイビー着いた。山の山頂ではないけど、山頂に住んでるんだけど、もうちょっと山頂だよね。なんか山頂たくさんありすぎてどこだかわかんない。ここまだあるもん。でもここも山頂の近くって言うけど、だけどなかなかね、終わらないよね。そうだね。そこ行きたいね。とりあえずさ、ビジョンが一人で遊んでんですよ今。でここ山のところだとさ、正々堂々とビジョンがね、走れるからいいなと思って。もう大好き。山大好き。みんなね、グレイハンドってね、知らなかったらね、ググってみて。グレイハンドってかわいそうで、世界いろんなところでね、犬のドッグレースっていうんだけど、そうで、犬のレースで使われるものなの。なんでかっていうと、世界で一番速い犬だから。で、だいたい2歳ぐらいになるとスピードがね落ちちゃうから、それでみんなね処分しちゃうの。だからクビになるね。クビになって処分されるっていう、その処分の仕方もひどくて、年にね8000頭処分されるから、私たちかわいそうで1匹ね授かったんだけど、ゲットしたんだけど、もっとゲットしたくて2匹目で、またちょっとなんか隠れないでよ、影に。みんな見たいじゃん、ベイビーのね、顔。かわいい。かわいい。なので、これから私たちの一つの夢、グレイハンドのオーナー探しっていうやつ。もうやりたいよね、です。知らなかった。やりたくて。で、なので、私たちが大きい土地を持った時に、田舎の方で、そこにグレイハンドをいっぱい持ってきて、日本にね、持ってくにはね、半年間ね、日本ってすごい厳しいのよ、日本に入るのね。半年間なんかやってから血液検査だ。はい。日本にやりたいじゃなくて、ここでやりたい。もちろんこっちでもいいんだけど、日本のね、人たちもそういるじゃない？じゃあ日本でキープした。グレイハンドなかなかいないし、で、それで日本に入るためには半年間ね、こっちで持っとかないといけないんだ。そうね。そうか。日本入れないから厳しくて。で、その後に行ける。そうね。そういうことね。なので、ご興味ある方はグレイハンドってコメント入れてください。お願いします。ベイビー、今日どうだった？なんでびっくりしてんの？とりあえず今日はランチホームパーティーに行ったし、山にも登ったし、ベイビーどうだった？いろいろできたじゃない？もう1週間分ぐらいできました今日。そうだね。そしたら6日間ぐらいちょっと引きこもろうか。それたまにいいよね。ジョークだったのに。ジョークも何？ネットフリックスもキャッチアップしないと。全然いいよ。もうネットフリックスもアマゾンプライムもフルも全部見ちゃう。スカイもある。聞いたことある？スカイ。そんな感じで今ナッツ食べてます。ベイビー食べる？タンパク質。そう、足りないみたいね。ベイビーはどうだった？なんかやっぱりアンドラにいるとなかなか友達ベイビーはい食べたいね。はい。もうずっと探してる。ベイビーどうだったって聞いて全然もう聞いてくれてないから。はい、どんどんあげる。どんどんいっぱい食べる。なんかね、はいはい。とりあえずさ、アンドラにいるとさ、あんまり友達いないから、こうやって友達がいるっていいよね、と思って。友達いないだけど、一緒にいるじゃないベイビー。うん。ビジョンは友達じゃん、家族だから。家族で。そうですよ。うん。友達ね、いないと思ってたけど、たくさんいるみたいね。そうだね。ちょっと待って、基本的にいないよね、どこの国行っても。アンドラとかって言ってても。と思ったんだけど、ずっと忙しい。誰と？友達と。嘘？そうだよ。もう、
今回アンドラいる間に多分5回ぐらいディナーしました。嘘でしょ？そう、いつも外。だからディナーしないからもうインスタも動画あげないし、もうベイビー、もうちょっと家にいた方が。とりあえず私が思うのはアンドラでこういい友達ができたっていうのはいいなと思ったし、なんかこうやってしかも友達って言ってもいい刺激の試合ができるってとってもいいよね。そうするとなんかすごく学んで、なんか私もこういうような振る舞い方しようとかさ、例えば年取っても好奇心旺盛で勉強好きで前向きに生きて、弱いところないし弱いとこ見せないじゃん。見せないっていうか、そういう考えすらしないじゃん。ないじゃない、弱いところ。そうっていうのはやっぱり日頃こうやってさ、なんか自分のやりたいことをさ一生懸命やってるじゃん。まだやってないことあるって言ってるぐらいだから、なんかそういうパワーに本当に何やってるんだろう。私ってずっと眠りの森の美女みたいな思ってきて、スリーピングビューティーみたいな。ちょっとね、比べたらスリーピングビューティー。なので、なんかそういう人とね、会っていくとさ、だんだんそういうスリーピングビューティーが目覚めるので、なくなるかもね。うん、いいなって思った。なんかすごい素敵な人だなってすごく思って、学んだよね。なのでよかったよ。何回も言うけど、忘れました。どうだったって聞いたから、よかったよっていう話。よかっただけ照れるんじゃないベイビー。ベイビーが話したいんだってなんか、どうぞ最後にどうぞ。それじゃなくて、いつも話したいことあるんじゃない？二人の間に。今日は、いろんな人あったじゃない？あの方だけじゃなくて、もう他の人もいましたじゃない？覚えてるベイビー。覚えてるよ。だからラモンとアリサちゃんとゲイ。ずっと笑ってるんだけど、なんかね、最初にね、ラモンが私たちに友達紹介するねって言って、で、彼女の名前はゲイですって言う。で、私、ちょっと聞き間違えたかなと思って、はい、みたいな、こういう顔してたんだよね、多分ね、私、こうやって、はじめましてみたいな。そしたら、ゲイって何回も言うから、Me too って言ってないよ。そしたらラモンが、じゃあ、ゲイじゃなくてガブリエルとかって言って、ガブリエルからゲイになるのみたいな。それでびっくりしたよね。それびっくりした。で、スペイン語だとガブリエラかな。ガブリエラになるとかって言ってて、でも、ゲイって言われてびっくり。びっくり。って思った。ね。最初から言うのって。そう。で、みんなずーっとゲイゲイって言ってるから、で、そのゲイは、すごいね、もうラモンと同じぐらいで、アンドレに住んでものすごい長いんだよね。20年ぐらいいるんだけど、本当にゲイはアンドレ好きすぎて、もうこの国にフォーリンラブして、イギリス人の方なんだけれども、もうこっちに、ずーっといるんだって。山とか自然がすごい豊富で好きで、って言ってね。もう大好き、スキーも大好き、ハイキングも大好きだけど、80歳も近いじゃない ?80 過ぎてる。80、過ぎてる。すごいね、と思った。で、ね、よく飲むし、喋るし。そでもすごい優しい方でゲイ。優しい。ね、奥さんもすごい優しい人。ラモンの。ゲイの奥さんじゃなくて。びっくりした。誰の奥さんって思うよね、今いきなりね。あれみたいな。ラモンの奥さん。すごい優しかった。もうベイビー大好きすぎ。そう、すごく話しやすい。すごいね。もうみんなすごい素敵な人かなと思ってました。ベイビーも素敵だけど、僕はちょっとわかんないんだ。何の話？ベイビー入れたらすごい似合うじゃないと話。どういうこと？ベイビー入れたらすごい似合うって。みんな素敵じゃない？ということでよくわかんない感じで終わりたいと思います。この動画がいいなと思ったらグッドボタンお願いします。お願いしますね。インスタフォローもしてね。YouTube チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回もお会いしましょう。せーの。アチュー。